そう、この能力を使わざるを得ない時が本作品最大の爽快ポイント。とにかくもう使える能力が無限大なんです。ダダーン、N子だよ。今週も始まりましたザ・N子ショー。本当に最近暑いですよね。いやー、私は暑いと自分の体の内側から涼しくさせるために野菜とかフルーツとか夏ならではの食べ物をいっぱい食べるようにしています。例えば私すごくそうめんが好きで、そうめんっていうのはですね、なんかすごく細い白い麺なんですけど卵焼きを刻んだりとか、きゅうりを刻んだりとか、生姜と一緒に食べるとか、みょうがと一緒に食べるのが好きですね。海外の人って意外と麺をすすれないんですよ。すすれない人が多くて、一緒にそうめんを食べる外国の友達がいると、すすり方をなんかレクチャーとかしたりしちゃいますこんな暑い時は体の中から涼むような食べ物をいっぱい食べるようにしましょうねっていうことで、それでは今週もザ・N子ショースタート。 Weekly Favorites。 今週も私の独断と偏見で選んだ作品をご紹介。テーマはこちら。夏にぴったり爽快感のあるアニメ。皆さん、夏だからこそ求めるものって何ですか？海水浴、エアコンの効いた部屋。はいはい。ということで、そんな皆さんの期待に応えるべく、見るだけで爽快な気持ちいい気分になれるアニメをご紹介していきたいと思います。まずはこちら。働く細胞。人を構成する細胞たちを擬人化し、日々細胞たちが体のためにどんな働きをしているかを描いたこちらの作品。自分の体のことなのに細胞たちがどんな働きをしているかを実感できる機会ってあまりないと思うのですが、この作品は細胞自体が擬人化されているので、それぞれの働きや作用が日常生活を切り取ったかのように置き換えられていて、とてもわかりやすく勉強にもなるアニメです。この作品の爽快ポイントは、ウイルスや細菌など体にとって悪いものが細胞たちによってやられていく過程。インフルエンザや熱中症、がん細胞など私たちに実際に起こりうるリスクと戦い続ける細胞たちの奮闘する姿はまさに爽快。このアニメを見終わると、まずは自分の細胞たちにいつもありがとうと言葉をかけたくなりますし、翌日のご飯や飲み物が無意識にいつもより健康的になっています。自分の体のことを知れるこの作品は爽快感もあっておすすめです。続いてはこちら。転生したらスライムだった件。とある不幸がきっかけで異世界にスライムとして転生したリムル・テンペストが仲間たちと冒険を繰り広げていくこちらの作品。スライムというと RPG ゲームでおなじみの最弱モンスターですよね。そんなスライムに転生してしまい、主人公にどれだけの不幸が降りかかるのかと思いきや、相手の攻撃を無効化するほどの防御力や擬態の能力、相手を体内に取り込んで解析したり、とにかくもう使える能力が無限大なんです。数々の能力を駆使して相手を攻略していくバトルはとても見応えがありますし、そもそもただのスライムが自分よりも強いはずの相手をなぎ倒していく様子は爽快そのものです。スライムは最弱というイメージを逆手に取ったようなこの作品をぜひご覧ください。最後はこちら。モブサイコ100、超能力を持つ主人公の影山茂雄、通称モブがあらゆる事件に巻き込まれながら人間として成長していく姿を描いた青春ギャグバトルアニメ。
モブの持つ超能力は世界最強クラスでありながらも、普通の暮らしを望むあまり積極的に使われることはありません。超能力以外は運動音痴だったり恋に悩んだりと、ちょっと冴えない普通の中学生であるところも特徴の一つです。しかしながらあまりにも強力な能力であるために、モブの周囲にはカルト集団や霊たちが寄ってきてしまうのです。そう、この能力を使わざるを得ない時が本作品最大の爽快ポイント。普段は無表情のモブが感情が高ぶれば高ぶるほど爆発に近づいていき、爆発すると別人のような最強のモブが明らかとなるのです。ちなみに爆発後のモブが意外とかっこよかったりするところも注目ポイントです。今日ご紹介した作品はスカッとするような爽快なシーンが満載なので、ぜひご覧になってくださいね。以上、ウィークリーフェイバリッツでした。Nとイングリッシュ。英語で喋りたくなるアニメの名言を紹介するコーナーです。今回もここぞという時に使えるアニメの名言をご紹介します。それでは行ってみましょう。今回の名言はこちら。It's okay to run away from things you don't want. 嫌な時はな、逃げたっていいんだよ。ストレスが 100% 直前の時、師匠がモブに放ったこの名言。嫌なことから逃げることを肯定する師匠の懐の広さに惚れちゃいますよね。発音のポイントは run away の後にちょっと間を置いて from things you don't want 逃げていいんだよって言った後にちょっと区切って嫌な時はみたいな。重要なのはその逃げたっていいんだよっていうところなので It's okay to run away っていうところに重きを置いて、その後に嫌な時はっていう風に、発音するとよりかっこよく発音できると思います。ぜひこの名言を使ってみてください。以上、Nコイングリッシュでした。Nコに質問コーナー。今週も皆さんからいただいた質問に答えていきます。それでは早速いきましょう。まずはこちら。If you had a whole day off, would you be able to watch an entire anime in one day? もちろんできます。過去にやったことがあります。そうですね、私は結構小さい時とか結構病弱な羊でして、よく学校を休んで体調崩して休むことが多かったんですけど、その時はもう一日中アニメをわーっと見たりとか、あと大学生の頃にインフルエンザにかかりまして、インフルエンザにかかるとその飲み薬をいただいて飲んだら割と2、3日とかでちょっと体調は良くなるんですけど、1週間か10日間ぐらい学校に行けない時期があるじゃないですか。なのでその時期の間ずっと悠々白書を見てまして、何百話もある悠々白書をわーって一気に見ちゃいました。なので私は結構一気見大好きな羊です。はい。じゃあ次の質問。What's some anime merchandise you've been wanting to get your hands on lately? For me, it's been Dragon Ball figurines. 昔は小さいフィギュアだったりとか、アクリルスタンドとか、アクリルキーチェーンとか集めるのが好きだったんですけど、24歳になってちょっと大人な羊になってきたので、どちらかというと普段使いできるものとかモチーフものだったりとか、ブルーレイ DVD とかポスターとかそういう系のグッズの趣味がちょっと変わりまして、一見アニメの T シャツに見えない T シャツを買ったりとか、すごい綺麗なポスターが欲しいなって思ったりとか、あとはすごい豪華なブルーレイ DVD ボックスを手に入れたいとか、そういう欲の方が今最近買っています。じゃあ次の質問。C.
pudieras protagonizar alguna historia de un anime de que trataría? ちょっとなんかアグレッシブレツコに似るのかなって思って、なんかアグレッシブレツコは普通の会社で働いている OL のレッサーパンダなんですけど、私も普通の会社に働いている羊の生命体なので、そのなんか仕事、職業アニメだったりとか、羊 OL 日常アニメみたいになっちゃうと思います。でもしなんかすごいファンタジー的なアニメの主人公になるとしたら、なんか空とか飛んでみるような、何か不思議な力があったりとか、不思議な生き物と一緒に行動したりとか、不思議な世界で行動するような、すごいファンタジーに溢れたアニメの主人公になってみたいと思います。じゃあ次の質問。Could you tell me why you have the sheep form? What is the relationship between sheep and Netflix? 羊の形をしているのは、羊の生命体だからっていうちょっとお答えしかできないのですが、羊と Netflix が関係があるとすれば、寝る前羊を数えると同じように Netflix を開いて楽しんでいただけたらなっていうような思いも込めた、関係性なのかなってちょっと思います。じゃあ次の質問。ペットの名前が気になるという質問をいただきました。じゃあ犬、ラッキー、ルル、レオ、ルーク、ハナちゃん。で、猫の名前はちょっと複雑で、2つ名前があって、本名とニックネーム。普段は本名よりもこのニックネームを多く呼んでます。ゲンパチとシノっていうのが本名で、ニックネームがベイベイとビビっていうニックネームです。はい。フクロモモンガの名前はテト。チンチラの名前はヨナ。以上、私のペットの名前でした。今回も様々な質問ありがとうございました。まだまだ皆さんからの質問お待ちしてます。以上、N 子に質問コーナーでした。ザ・N 子ショー。本日もお別れの時間となってしまいました。今日はですね、爽快感がテーマだったんですけども、夏だとね、すごくなんか爽快感を求めちゃいますよね。なんか日々に。自動ドアの向こう側がすごい涼しい時が多いので、エアコンの空間に入るみたいな、そういう爽快感とか、日々の爽快感を皆さんに見つけていただきたいなって思いました。で、来週までにしたいことは、まだまだ、世の中には爽快アニメがたくさんあるかなって思うので、また改めて爽快ポイントを探しながら見ていきたいなって思いました。それではまた次回お会いしましょう。またねー。